ガリュウです。僕のチャンネルではですね、時折折れたロッド、自分で折ったロッドとか人からいただいた折れたロッドのパーツを外して2個1、3個1のオリジナル愛情ロッドを作ってたんですけども、ありがたいことにですね、友人知人、最近はですね、視聴者さんまで、私にですね、折れたロッドをこれよかったら使ってくださいってくれる方がいっぱいいらっしゃるんですね。非常に嬉しいことなんですけども、ついこの間ですね、こちら。リール、この可愛いリールをいただきまして、これがこれも実際にもう治っちゃったんですけど、治る前はこんな感じで、もう全然回すのがしんどいっていう、これ壊れちゃったんでどうぞ使ってくださいということでいただいたんですけど、これですね、探りハンターなんか穴釣り用のリールらしいんですけども、これ持って帰ってここのメカニカルブレーキをですねちょっと外してあげたらバネがちょっと歪んでてですね、それをまっすぐしてあげれば普通にこのように回るようになったんですよね。ちょっとこの巻く時の音がちょっと気になりますけども、基本性能としてはあんま変わんないだろうなと。治ったんでもう返そうかなと思ったんですけども、なぜかというと、この手のリール、私このように持ってましてですね、ダイワのスーパーコロネットですね。これ穴釣りとかではものすごく有名なリールですけども。あとですね、これはすごいオールドリールになりますけども、アブの1750ですね。これも、コロネットも、どちらもダイレクトリールって言ってですね、これに糸が入ってるんで説明しやすいんで、これで説明しますけど、このようにですね、もちろん巻き取るときはハンドル回して巻き取るんですけども、これクラッチっていう概念がないんで、ハンドル離しちゃえばそのままこうやって糸出てっちゃうんですね。糸が出てる時もこのようにハンドル回るんですよ。これ大きな魚がかかったり、そのフォールスピードを調整するのは全部この親指でやってくださいねっていうリールなんですけども、これらのリール僕持ってるんで、普段使う分には全然これで問題ないんで、これはいらないかなということでお返ししようと思ったんですけども、これいじってるうちにですね、なんかこれらのダイレクトリールとはちょっと違うんだなっていうのが分かったんですよね。これご覧のように、このハンドルっていうのはどのポジションにしても逆転しないんですよ。その代わりここにクラッチがついてまして、これでクラッチをオフにすると糸がスルスルと出ていくと。ハンドルを回すとクラッチが戻ってまた巻き出すと。これもう普通のベイトリールですよね。レベルワインダーはついてないんですけども、普通にベイトリールだよなと。大きな魚がかかった時にどうするのかっていうと、ここにわかります？スタードラグというにはあまりにも貧相な十字のなんていうんですか金具がついてます。ここがこういうふうにダイヤルになっていて、ここでドラグ調整できるんですよね。で、僕これいいなと思ったのが、このドラグが非常に滑らかなんですよ。これドラグをちょっと絞ってきつめに設定したとしても、この糸の出方っていうのは非常に滑らかなんですよね。なのでこれ普通に釣りで使えるんじゃないかということでちょっと興味を持って、これ高宮さんの製品らしいんですけど、高宮さんのホームページでこの内容を調べたらですね、このリールハンドル1回転あたり55センチ巻き取るらしいんですね、最大。最大ですから、糸を出しちゃえば出しちゃうほど巻き取るスピードはどんどん遅くなってくるわけなんですけども、だからこれ親指で隠れるぐらいのスプールですから 0.85 の PE ラインがこれ多分120メートルぐらい負けたと思うんですけども、これは仮に40メートル50メートル落とした時に多分ここの芯はものすごく細くなってるんで、ハンドル1回転あたりもしかしたら40切ってくるかなっていうぐらいのロースピードになるんだと思うんですよ。これがいいなと思ったんですよ。僕の釣りのライブを見てる方はもうご存知だと思うんですけども、僕平場やってる時のですねスピードが、この巻きスピードが異様に速いって指摘されるんですよね。これいろんな人に言われます。お前それはないだろうっていうぐらい速く巻いちゃうと。しかも使ってるリール僕ハイスピードギアしか持ってないんですよ。だからとんでもなく速いことになってると。お前バカじゃねえのっていうことをよく言われるんでですね、っていうことはもうちょっとゆっくり巻けばいいのかと。生放送中でもですねこのようにゆっくり巻いてたりもしたんですけども、気がつけばこのスピードになっていると。っていうことはこれ心情的にこのスピードを変えるってことは無理だなと、もう物理的にどうかすることしかできないだろうなということで、このリールドラグが意外に滑らかなんで、
これで平らばまあ50メートルレンジぐらいだったらできるんじゃないのと。わかんないですよ。わかんないですけど、これでチャレンジして、もしそれで釣れたら、パワーギア、ローギアのリール買ってみてもいいかなと思ってるんですね。で、これいただいたリールなんで、いただいたものを直したリールなんで、これにセットする竿も、もうどうせなら、折れたロッド、冒頭言いました。皆さんからいただいた折れたロッドとか自分で折っちゃったロッドとかのパーツいっぱいありますんで、それを寄せ集めて、もう2個1、3個1、4個1、5個1で、1本のロッド、これ用の1本のロッドを作ってみたいかなと思いますね。まあいろいろ探してみたら、根元から折れた、まあちょっと柔らかめのフルソリッドロッドがありましたので、これをベースにですね、折れた部分だけを使って短めのロッドを作ってみたいかなと思います。ということで、頑張ります。フルソリッドロッドの折れた先の方ですね。まあ大体5フィートちょっとぐらいになると思うんですけども、まあリールのサイズに合わせるとこれぐらいがちょうどいいんじゃないかなと思いますね。はい、そしてリールシートですね。これもむちゃくちゃ汚いんですけども、まあ何かから外したものでしょうけども、もう覚えがないです。そしてこの、上側のこちらですね。これは、私が以前使っていたこの時のロッドですね。名前にモンスターという勇ましい名前がついてる割には 10g のルアーをキャストしてる時に折れたというですね。はい、そういうロッドでございます。たまたま K が合ってますので、これ、まあ、色とかちょっとグレーと黒で全然違いますけども、まあそれも味ということで使ってみたいと思います。まあ、リールをちょっとかませてセットしてみますと、まあこんな感じですかね。まあ、とにかくリールをホールドできているので、まあこれで全然問題ないのかなと思っています。そしてこのシートの後ろ側に来るこのコルクのグリップなんですけども、これはですね、歯切れですね、うちに残ってた歯切れに、人工コルクの歯切れをくっつけて、ドリルに刺してテーパーをこうやって丁寧につけたものですね。まあちょっと径が合わない、まあ現時点でも少し合ってないんですけども、まあこれも味ということで、そしてリールシートのですね、ここに、こうやって装着するっていうか中に入れるですね、金属製のパイプですね。これも何かから外したものですね。むちゃくちゃ汚いんですけど、接着剤とかついたままで。まあ一番目立たないところを探しつつ、こうやって、中で固定してみたいかなと思いますね。まあとにかくですね、今回は、友人からもらったもの、自分で折っちゃったものから、何か一つのロッドを生み出すということがテーマですので、まあ、大体グリップあたりはこんな感じで、その割にはかっこよくないですか。リアのグリップはこれも、なぜかここのメーカーが非常によく出てきますが、これも以前、うちのチャンネル内で作ったロッドですね。最後に決めポーズを取ろうとしてですね、このポーズを取ろうとしてへし折れてしまったというこのロッド、この部分ですね、お尻のこの長さでこの部分、まあ、ネームが入るところまでこの部分をリアグリップとして使ってみたいと思いますね。あとグリップ周りのパーツですね、ここら辺のパーツも拾ってみたいと思います。はい、ということで完成いたしました。今回は本当に何も買っていないと、家に転がっていたものだけで新しいロッドを作ってみました。見てください。我流と。はい、もうここにはアブガルシアというダブルネームですね。はい、ロッドはフルソリッド。まあ弱めのロッドですので、このように結構しなやかですね。はい。まあ
猫はむちゃくちゃ釣れてます。まあ弱めのフルソリッドロッドなので、このようにまあ本当言うとどこまでも曲がるんですが、折れたら嫌なのでこれぐらいにしておきます。元の竿がスピニングだったので、ここのガイドの位置ちょっとこのように高いんですけど、まあ、リールから出てくる糸をこうやってあてがってみると、あ、これちょうどいいんだなと、ちょうどいいんだなという位置にちょっと設置してみました。まあこれが正しいのかどうかよく分かりませんけども、とりあえずこれで一回釣り行ってみたいと思います。まあぶっちゃけリールも竿もむちゃくちゃ不安だらけですけども、まあ楽しめたらいいかなと思います。はい。俺はちょうど見ちゃった釣る瞬間を赤羽もなんか見た目割にはよし、来た。これがでかいんか小さいんかさっぱり分かりません。いや、これは面白い。これはなんだ、楽しいこれ。これほんと魚のサイズがさっぱり分かりませんけど、これ魚のサイズが分からんし、すげえ上がってこんけど、これただ巻いてないだけなんよね。来た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 。何？いや、なんか赤くね。糸よりやない？タイだ。あ、糸よりじゃやっぱ。糸よりか。まあ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 。まあまあいいんじゃないですか、糸より。はい。はい。これもうリリースですよ。でもリリースします。はい、オッケーオッケー。一番優しいリリースですよ今のが。まあ船べりに当たったけどね今。いやいや、楽しかった楽しかった。2匹目は結構難しいかもな。はいはいはい、よっしゃ来たよ。竿は曲がっとうけど魚がでかいとは限らんからね、俺の。楽しい。でもこれちょっとだけドラグが出たし、これちゃんとドラグ機能するわ。はい、上がってきました。何ですか？タイです。いや、いらないでしょうけど、かわいい。これレンコやん。マダイか？レンコ。レンコ。いやー、これもリリースですけど、母ちゃん持って帰る？これ。これは持って帰るけど。レンコ持って帰る？レンコはいいです。俺まちょっと人気薄な魚ばっか釣るよな、なんかな。OK です。釣れた。